こんにちは。今回はこちらの、浜中さんのエコアンダリアでバッグを編んでいきたいと思います。カラーナンバーは23番を使用しました。04の糸です。使用かぎ針は5号から7号になっていますが、7号針を使用したいと思います。はい、こちらが作品になります。リングのハンドルに編みつけてからこのように編んでいきました。すごく可愛く仕上がっています。編み方をご紹介していきます。で、今回はこのダイソーさんの持ち手を使って編んでいきます。ちょっと一つ取り出してありますが、こちらのここにちょっとつなぎみたいな部分があってボコッとへこんでるところがあるので、ここを隠すように使っていきます。こちらの方から糸を取り出します。かぎ針7号で 4.0 ミリの針です。こちらを使用していきます。はい、最初に糸をこのように絞ってから編んでいきます。細編みで編んでいきます。これで1目です。2目、3目、4目、5目、6目、2、4、6目。ここの、部分があまり緩くならないように気をつけて編んでください。40目編んできました。そしたらひっくり返してこちらが編み図表になります。この数字が段数になります。で、今この1段目細編み40目ハンドルを編みくるむという形で編んできました。こちらからこのように編みました。次は2段目
最初細編み10目編んで鎖2目、その後また細編み20目で鎖2目、細編み10目編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んで、で細編みを10目編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10目編んだら鎖2目編みます。そしてまた細編みを20目編みます。2、8、3、19、20目。そしたらまた鎖を2目編みます。でまた次の目から細編みを10目編みます。2、3、9、はい、10目編みました。そしたら次が3段目になります。3段目はこちらから編んでいきます。最初に中長10目編みます。そしたら、前段の鎖目のところに針を入れて、こちらの記号の編み方で編んでいきます。この鎖2目の中にこの編み方を編んでいきます。中長2目で鎖2目編んで長編みを編み入れます。そしたらまた長編み、前段の細編み20目のところに今度は長編みで20目編んでいきます。そして今度はこの前段の鎖目のところに長編み2目で鎖2目、中長編み2目を編み入れます。そして前段の細編み10目のところに中長編み10目を編みます。はい、では、編み地をひっくり返して立ち上がり鎖2目、これが中長1目分になります。なので、最初のここの目に針を入れずにこちらのところから編んでいきます。ここに中長をこれで中長2目になります。1、2という形で、これで中長3目、4目、5目、6目、7目、8目、9目、10目。そしたらこの前段の鎖のところに側に針を入れて中長2回、あららら、中長2回で鎖2回
今度は長編みで1回2回これで鎖の部分編み終わりました。そしたら、こちら次からは長編みで20目1 2 19 20そしたら、この鎖のところに来たので今度は中心部分が長編みなので中心側は長編みで、サイド側は中長編みを編んでいくので、鎖2目編んだら、左側は中長編みを編んでいきます。最初に長編み2回で鎖2目今度は中長を2回こんな感じです。で今度は中長を10目編んで終わります。2、9はい10これで、3段目が編み終わりました。そしたら今度は4段目こちらから編んでいきます。細編み12目鎖2目細編み24目鎖2目細編み12目編んでいきます。1段おきに細編みで編んでいきます。ここの部分で前段で、2目ずつ増えていくので、このような形になります。中心部分はここ、4目、増えてるので細編みが、前段より4目増えていきます。サイドは、2目増えていく形なのでこちらは2目増えている形になります。では編んでいきます。繰り返して立ち上がり鎖1目編んだら最初の目に針を入れて細編み12目編んでいきます。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12そしたら鎖を2目編んでこの前段の鎖2目飛ばしてこちらに針を入れて今度は24目ですね。1、2、3、4、
23、24。はい。そしたらまた鎖2目編んで、前段の鎖2目飛ばして、こちらに針を入れて、また細編みを12目編みます。2、3、4、10、11。したら最後は、こちらの、前段の鎖2目中長編みの代わりになるんですけど、この1目のところに側に針を入れて細編みでいいと思います。このように、上の鎖1目のところにこのように針を入れて、こうやって編んでいただいてもいいです。ちょっと私はめんどくさいので側に針を入れて細編みを編みました。はい。そしたら4段目が終わります。終わりました。はい。で、次は5段目。5段目はこちらから編んでいきます。中長12目編んで、中長鎖のところに中長2回鎖2回で長編みを2回編み入れます。たら、24目長編みを編んで、長編み2回長編み2回鎖2回中長2回を鎖のところに編み入れます。で、最後中長編みを12回12目編みます。で、ここの、扇の部分のところを紹介したいと思います。編み地をひっくり返して立ち上がり鎖2目編んだら、最初の目は飛ばして中長編みを編んでいきます。はい、中長編みを12目編んできました。そしたらここの、鎖のところになるんですけど、最初中長を2目編むんですけど、ここ鎖が2段重なっているので、こっちの最初の1段目のところの鎖に側に針を入れて中長を編んでいきます。で、鎖2回編んで、今度は長編み、同じように最初の段のところに針を入れて長編みを編み入れます。はい、このようになります。そしたら長編みを24目編んでいきます。こちらの目かな。はい、
でこちらも同じように、鎖編みが、前段2回続いているところに前段の、2段続いているところに、来たら、最初の段のところに、側に針を入れて、この編み方を編んでいきます。でサイドは2目ずつ増えていくので、このようにまた細編みで真ん中は4目増えていってサイドは2目ずつ増えていく形になっています。細編みとまた模様編みを繰り返していく編み方になっています。で、20段までいくとこのように細編み28目で鎖編み鎖編みじゃないな、ここ最後は、ちょっと違っていて鎖編みのところは細編みで編んでいきます。最後はもうずっと細編みで編んでいく形になります。ですので19段の編み終わったところから、説明していきます。はい、そしたら19段の終わりのところに来ました。中長編み25目26目はい、19段が終わりました。そしたら最後20段目繰り返して立ち上がり鎖1目編んで、最初の目にから細編みを28目編んでいきます。はい、そしたら28目編んだらここの鎖目のところも細編みで2目編みます。そしたら、また前段長編みのところ、56目を細編みで編んでいきます。なので、ずっと細編みで、鎖目のところもすべて前目拾って細編みを編んでいくということになります。そしたら最後の、前段の立ち上がりの部分も忘れずに細編みを1目編み入れてから終わります。